こんにちは、グリプトです。ビットコインは ATH 更新してますけども、他の動きで個人的に注意しなければいけないなと思ったところありましたんで、そこは少し細かく取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポジネガファンダーチャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在12万3000ドルあたり推移してます。発表された指標の方では、米各指標がありました。それぞれドル高要因、利下げ期待要因にはなってるんですけど、ベッセント財務長官の金利は1.50から1.75%低くあるべき、9月に0.50%利下げを行う見通しという発言もですね、こちらもさらに利下げ期待が上乗せされる要因になったのかなと思います。米10年債利回りは 4.23% と下落してまして、ドル円は 147.2 円台、米株指数は続伸、ゴールドは現状維持、リスクオン傾向となっています。で、個別株の方では IPO 銘柄のブリッシュが上場となってまして、一時117ドルつけてます。IPO 価格が37ドルなので、一時的に3倍近くつけた結果となっています。最終68ドルで終えてますけども、アフターマーケットではまた70ドル回帰してますね。IPO 銘柄連日好調となっています。あとはサークルですね。バーンスタインが目標株価を230ドルで維持。理由としては先日発表されたアークチェーンへの期待や米国の規制準拠などが挙げられています。サークルは150ドルのラインで耐えてますけども、ジーニアス法の承認のピークから比べるとですね、現在は収まってますね。あとトレジャリー関連ではノルウェー政府系ファンド NBIM のビットコインの間接保有量が 7161BTC に増加しているのも一部で注目されています。これはストラテジーとかコインベースとかメタプラネットとかですね、関連株に投資してるんで、間接保有量という形で表現されていますね。現物を企業が買って、でその企業の株をファンドが買う、そういう構図になってますね。あとはサムズアップメディアが公募で5000万ドル調達、またドナルド・トランプ・ジュニアが35万株、350万ドル相当売却したのも報告されています。株価はマイナス1.08%。あと日本株の方では、昨日メタプラネットの第2四半期の決算が発表されまして、結果としては売上高12.39億円、純利益111億円、株主数12.8万人、前年比プラス 1000% と、設立以来最高の決算ということで注目されています。で、また永久優先株メタプラネットプレフズの発行も発表されてますね。で、昨日は取引終了直前に急騰してまして、今日が決算発表後の取引になりますけども、この決算を受けてですね、また1000円回帰できるのか注目されると思います。あと対抗のホッタマル賞は、昨日も385円、プラス26.2% で終えてます。時価総額は220億円になってますね。メタプラネット、そしてホッタマル賞が促進するのか注目です。昨日の ETF は現時点ではプラス0.11億ドル相当、香港はゼロとなってます。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 3.86%、837億ドル相当。オーダーブックの状況としては、上は12万4100ドル、下は12万ドルあたりから目立ってます。今後の指標としては、本日、米 PPI、米新規失業保険申請件数、8月15日に米小売、米鉱工業生産指数、8月19日に米住宅着工件数などが控えています。昨日ですね、明日の米小売まで直近高値の12万2000ドル超えられるかが焦点になりそうだという話しましたけど、もう ATH 更新となってます。で、また昨日からアルトが強くなったせいかですね、米株のアルトのトレジャリー株、でまた仮想通貨市場ではミームが強くなっている印象があります。この展開になると、本日の米 PPI はそのまま通過してですね、その米小売近くまで続伸しそうな雰囲気もありますね。指標としては本日21時半に米 PPI 控えてますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目です。
今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてイーサーですね。イーサーの価格は現在4750ドル、BTC 建ては 0.0385、先物の方では大岩全体でプラス 6.28%、664億ドル相当続伸してます。ETF は現時点ではプラス 0.59 億ドル相当、香港も1280イーサと、プラスとなってます。イーサ関連の話題では、イーサの DEX の取引量が48時間で245億ドル、4月以来の空の超えとなったのが注目されています。あとはスタンダードチャータード銀行がイーサの年末の目標価格を4000ドルから7500ドルに引き上げ、でまた2028年末の目標も7500ドルから2.5万ドルに引き上げとしてます。理由としてはですね、イーサ ETF の需要でまたトレジャリー企業の財務戦略採用などが挙げられてますね。BTC 立ては、昨日と変わらず 0.038 キープとなってます。ドル建てでは5000ドルという節目と、あと BTC 建ての週足の抵抗あたりということで、下への圧力が強くなってるのかなと思いますね。で、一旦調整となると、BTC 建てで 0.033 あたりまで余裕あるんで、調整した後でもですね、再度続伸できるのか注目ですね。あとその他の動向では、米国の DeFi 教育基金、DeFi エデュケーションファンドが DeFi 教育財団を設立、DeFi の政策提言と教育活動を強化することが目的とされています。あとは Google が Google Play Store で提供されている未登録の非カストデ暗号ウォレットを禁止にすると発表しています。許可される条件としては、米国では FinCEN、英国では FCA、EU では MICA に基づいた認可が必要とされています。で、これが結構重要だと思ってまして、現在 Android を使っているほとんどの人が対応が必要なのかなと思います。今すごいたくさんのウォレット出てますけど、この認可を受けてるウォレットってコインベースウォレットとかしかないんですよね。だから他のその広く使われてるメタマスクとかファントムとか、その他も全部未登録扱いなんで、今後ですね、Google Play Store からアプリが削除された場合、何も対処してないとアクセスができなくなってしまう。そんな状態になっちゃうのかなと思います。で、今までの流れを見ると、そのうち iPhone の App Store とかも同じような流れになりそうではありますね。で、各ウォレットですね、必ず秘密キー表示する機能あると思いますんで、まだアドレスの秘密キー保管してない人は、今のうちに保管しておいた方がいいのかなと思います。で、期日は10月29日から禁止とされてるんで、それまでに対応しておいた方がいいのかなと思いますね。あと、アルト関連では、ソラナが200ドル突破していることが注目されています。デイリーでプラス 12% と、上位の中でも強いです。トレジャリー企業からの開発要因なども注目されてますね。あと取引所トークンの OKB が総供給量 75% 版を発表してまして、価格も急騰してます。供給量が4分の1になるんで、価格も4倍くらいが適正という見方が多いのかなと思いますね。取引所トークンでね、この大量バーンって珍しい動きだなと思います。あとはグレースケールがデラウェア州に ADA とヘデラの ETF の登録をしています。こちらは今後 SEC に S1 を正式申請する前段階の動きということで注目されています。あとはパンプが1日のトークンバイバックを平均 0.0058 ドルで実行、市場価格の 0.0039 ドルよりも 40% ほど高い価格で実行されているので注目されています。あとはメタマスクが独自のステーブル MUSD を今週発表予定であったり、あとは AI トレーニングデータプラットフォームパブリック AI がコインリストで200万ドル調達、今後バイナンスアルファ上場予定ということで注目されています。こちらの進捗にも注目ですね。アルトのチャート的にはソラナですね、200ドルを超えてますけど、7月23日の上値まだ超えてない状況です。冷やしても抵抗強そうですけども、ここを抜けて次ですね、220ドル攻防に迎えるのか注目です。あとは XRP ですね、3.28 ドル、ちょうど抵抗あたりですね。転換点が本日の17時あたりになってます。ここを上抜けできれば、
また鬼門の3.6ドルの公募が視野に入りますけど、こちらも続進できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。私は iPhone ですけど、今のうちにウォレットの対策しておこうかなと思います。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。